ご視聴いただきありがとうございます。いざよいです。新しいパドルを海につけてみました。すると海に何か現れました。それは何でしたか？ ABC よりお選びください。8月15日土曜日、仙台ヒーリングミューズというイベントに参加します。ご興味のある方はぜひお越しください。はい、では A をお選びの方、新しいパドルを海につけてみますと、海にメッセージの小瓶が現れました。この小瓶に何が書かれているんでしょうか。はい、この小瓶に描かれているものは何ですか？何が描かれているんでしょうか。幸福な暮らし。幸福な暮らしと、ここにセフィロトの木が書いてあります。ザ・スター。はい。パドルの感触は非常に良さそうですね。新しいパドルを海につけてみますと、小瓶が流れ着きました。A さんはその小瓶を拾ってみます。何か極意というか、生活の極意が書いてありますね。工事の世界とつながる知恵。生活の糧となる、あなたを悪しきものから守るような糧になる知恵が書いてありますね。工事の世界とつながる知恵。水辺にWhat do you need to release? What do you need New start is coming. はい、新しいスタート。もうすぐそこ。Hold your vision. はい。あなたのビジョンは今も保てていますかということか。はい。New start is coming. その小瓶は A さんに何を伝えていますか？その小瓶の中に入っている手紙には何が書かれていますか？自分を守るため、自分を整えるための英知のようなものが描かれています。これちょっと一枚。はい。あ、出口ですね。これ宝石。久しぶりですね、これ。あ、そうか。第3章の終わりだから第3章の出口が見えるんですね。出口でちょっと次の世界の様子を見ている。Share your voice。おっと、はい。リープ。はい。脱する感じですね。はい。はい。こちら本編ではそのパドルを海につけた感覚や感触、そして現れたものに対する、現状の分析をさせていただいて、後ほどですねヘキサグラムで
その出来事を今後どのように生かせばよいのかを深掘りしていきます。そうですね、防御の知恵が書かれています。ザ・スター、あなたが輝くために、安心して輝けるために、あなたを集団の中であなたが輝けるように、あなた様に盾となる知恵を小瓶に入れて流してくれた方がいます。この小瓶は A さんにとって良いものなんですかね。大丈夫か。愛の波動。喜び。運命と宿命。パドルの感じは良さそうですね。新しいパドルはだいぶ手に馴染みそうな、海の新しい波をうまくつかめている感じがします。オープニングトゥディスカバリー。はい、新しいパドルが新しい次の世界に開く鍵になりますね。はい、では読み取ります。こちらにですね、セフィロトの木が書いてあります。これボールのような何か皆さん手に持っているんですが、集団の中で暮らす場合にどうしてもですね、いろいろな圧力ですとか願わない衝突などが起きてしまうことがあります。でその際にあなたが真っ向から傷つかないように、たくさんの人と接するための盾となるような知恵が流れてきた小瓶の中に入っているお手紙には書かれています。これもですね、ここに何か、マンダラのようなものがあって、あなた様がこれから飛び込む世界に、水の圧力というか水圧をあなた様がもろに受けないように、それを緩和するための秘策のようなものがその小瓶には描かれています。これもあなたに向けられたこの棒に対してあなた様が自分を保てるようにという、全てここ4つは同じ、この3枚3つ同じメッセージに私には感じます。でこれがちょっとスターなんですけど、でそれはあなた様をずっとお守りしてくださっている、ご先祖様なのか大いなる存在なのか、そういう方があなた様をちょっと心配して、あなた様が安心して自分を表現できるように A さんにその小瓶をメッセージ入りで送ってくださいました。はい。でですね、新しいこれから半分じゃないこれから旅を続ける上で半分不安で半分期待というところで、不安の方が大きくなってきてしまっています。ちょっとこのところの嵐が続いて海に出られない時期が多かったので、A さんは少し不安の方が大きくなっています。ただその不安な時期に、その小瓶に書かれているそのご自身を守る知恵、ご自身を守る英知のようなものをしっかりと読み込んでおくと、その不安も、少しずつ希望に変わってきて、でこれがちょうどいい時期なので、そうですね、あなた様のビジョンを持ち続けるためには、その小瓶に書かれている、小瓶の中に入っている、不思議なお手紙を読んで、新しい出発に向けて
でちょっとパドルの調整もしながら、でここに出口のところにここにこう宝物がある方で、あなた様はちょうど今そこのところに差し掛かっていて、その宝物を、手にするのか、ここで次の世界の様子、波の状態をしっかりと一度立ち止まって様子を見ています。今まさにパドルを海につけた状態で、波の状態とパドルの状態を、水合わせのようなものをしているような状態です。で、A さんが出航するタイミングは必ずやってきますので、その時まで、この波の状態、風の状態、星の状態、天候などをよく、見極めることが必要になりそうです。ですね。これも浄化ですので、これは海の波が収まるのを待ちましょう。喜びがちょっと逆になって、和と喜びが逆になっているので、まだですね、海に漕ぎ出して万事うまくいくとは A さん自身も思っていなくて、徐々に大きな波とこう自分が馴染んでいけばいいかなぐらいの気持ちで進んでいくと良さそうです。でこれがちょっと気になりますので、これ鍵がここに鍵がありまして、新しい世界の扉が今開いています。まさにこのリーディングも、そろそろ第3章の終わりに差し掛かっているので、ちょうどいいタイミングといいますか。はい、でこれをですね、ちょっと34番。ですね、はい。これをちょっと、はい。心を開いて発見する。アイデアを形にするために収集したデータの一部分、宇宙からあなたに送られている情報を取り込む。情報を見極める力。へえ。今日はメディアとは違う源からやってくる大切な情報を受け止めるために心を開きましょう。宇宙はあなたを助けたいと思っています。しかし宇宙からのサインを見逃さないためには余計な情報を排除しなければなりません。ソーシャルメディア、ゴシップ、ニュースなどから一旦離れることが必要でしょう。好奇心。ですね。これ、あれですね。このカードからのメッセージって大体一つなんですね。これがその、少しこうメディアなどから距離をとって新しい発見を宇宙があなた様に知らせているメッセージを、しっかりと感じ取ってみましょうということで、その小瓶が A さんの前に具現化されてメッセージとして現れたようです。はい。では引き続きタロットカードのヘキサグラムで、ここから先のその新しいパドルと旅の状況をちょっとだけ深掘りしてみますので、引き続きお楽しみください。はい、では A の小瓶をお選びの方、ヘキサグラムで占います。で、1番これが、はい、これはこちらと。こちらが最終結果。最終結果将軍ですね。王様にご挨拶ですか。最後のお別れの出航する際のご挨拶。本当に権力者は挨拶ばっかりですね。はい。
ではこの一番上が過去になります。はい、ではこちらが過去で、こちらが現在、こちらが近い未来で、これが対策、そしてこちらが周囲の状況で、こちらがあなた様の状況、こちらが最終結果になります。読み取りますと、A さんはですね、ここまでの旅の道中で、結構ちゃんといろいろ活動をして、いろんな勤勉にお勤めをしてきた割にはですね、ちょっと収穫というか実入りが少なくてですね、それに対して不満がありました。これまでの旅は結構費用がかかってしまったなというところで、少しちょっと割に合わない感じの印象をここで持っています。これが A さんの過去です。ちょっとツバメがたくさんやってきます。で、現在なんですが、現在はワンドの9がここで逆位置になっています。これは、その実入りの少なさの割には負荷が大きかったので、少しですね、この忙しさから、この反転する世界にいることで少しだけその忙しさから解放されていた状況があります。でこれが近い未来なんですが、そろそろ出航をする時期に入っていますので、ここで、そろそろ休憩も終わって活動する段階に入りましたよということで、ここで審判が出ているようです。はい、さあそろそろ旅立ちましょうというようなサインが来ています。これが流れ着いた小瓶の内容になりそうです。で、こちらがですね、そうですね、これ6オブワンドなので、勝利の凱旋ですね。これはちゃんと、旅を終えて、ふるさとにちゃんと帰れるように、今から旅に向けて気持ちを高めておきましょう。これ悪いカードではないので、逆位置なのが惜しいですけど、まだ出航できていないので、準備万端という気持ちも、相まっていい状態にあります。少しだけちょっとやる気が、ちょっと反転する世界で休みすぎたせいか、少しだけ億劫な気持ちが出ています。でこちらが周囲の状況。はい、周囲の状況はもう休んでいいよという、非常にこの反転する世界はあまり人を急がせないのか、まだ休んでいていいよというような、まだ休息してていいよというような周囲の状況があります。であともう一つは、これ海の状態として見ると、だんだん海がですね、落ち着いてきまして、海が荒れる時期から海が穏やかになる時期に入ってきそうです。でここであなた様は反転する世界が意外と気に入ってしまったために、出航そのものをちょっと億劫に感じています。ここもそうなんですが、ちょっと新しい旅に戻るのだるいなというような、ちょっとだけそういう気持ちも入りつつ、もしくはこの反転した世界があまりやることが少ないので、少しだけ退屈な気持ちがあって、それゆえに新しい刺激もどうしようかなというような、ちょっと怠惰な部分が少し現れています。怠惰というか退屈しているような部分が現れています。でこれ最終結果なんですが、エンペラーが出てまして、最終的にはもうそろそろ王様の庇護の下で暮らす状態も、王様の方は非常に経済力が豊かな王国ですので、全然このままここで休んでいてもいいよという感じなんですが、A さん自身が、そろそろ旅を始めないとなという気持ちも少し現れてますので、最終的には王様の、許可というかお世話になりましたということで、ここを後にするためのご挨拶を
後々していくことになります。王様はいろいろプレゼントももらったので、非常に A さんのことを気に入っていますので、最終的には王様にご挨拶して新しい目的地に進んでいくという段階に入っています。はい。ですので、もうこれは本当に新しいパドルのそのコビンのメッセージももう本当に出港する直前まで来てますので、あとは波が穏やかになるのを待って、しかるべき時に出港をするという段階にあります。はい。A さんの旅は非常に順調です。何か参考になれば幸いです。A さんのご活躍楽しみにしております。はい。では B の空飛ぶクジラをお選びの方。新しいパドルを海につけたところ、空飛ぶクジラが現れました。新しいパドルどころか新しいサーフボードを持ってますね。やる気十分です。B さんはこのすごい出方をしましたね。やる気十分ですね。もう今すぐにでも海に出たい。すごいな。はい。錬金術を学んでる方ですね。テンオブソード。ナインオブカップスとテンオブソード。これは3枚ですね。空飛ぶクジラが表すものは何でしょう。本編で現状を分析というか、この空飛ぶクジラが現れた理由、そしてこれが意味するものを見させていただいて、深掘りでヘキサグラムでタロットカードのヘキサグラムでこれからの旅の、その空飛ぶクジラが何をこれからの旅にパッションとして、B さんに導きをもたらすのかを見ていきます。今回はその空飛ぶクジラは何でしょうというところになります。ユアコミュ読めないですね。ファースト読めないですね。エクスペクト。おーっと、ちょっと障害が出てきましたね。はい。ノリノリの人に限って障害が出てくるんですね。不思議ですね。はい、フルムーン。はい。空飛ぶクジラが現れました。新しいパドルを海につけてみたところ、空飛ぶクジラが現れました。B さんは驚きましたが、これは何を意味するんでしょうか。これはどういう、気づきを B さんに与えるシグナルなんでしょうか。ちょっと出ませんね。これですね。テンダー読めないですね。ダンスしてます。ちょっと難しいメッセージが来てますね。私が難しく捉えてるのかな。
B さんに空飛ぶクジラが現れました。B さんはもう今すぐにでも、冒険に戻りたい気持ちが溢れています。ですが状況がもう少しこの反転した世界にいなさいよという、自由と自立、楽しむ、はい、慈しみ、はい、喜び、はいはい、自然界のパワー。ちょっと波の状態が良くないのかな。そうかな。そういう感じですね。なるほど。B さんの心持ちはもう今すぐにでも新しい旅をして自分の世界を、フロンティアを目指して今すぐにでも行きたい。自然界のパワーと自然界とつながるなので B さんのマインドはもう旅に完全 100% 旅に向かっているんですが、自然の方の状況がですね、ちょっとまだ出航は待ってくださいということで待ったがかかっています。やる気十分 B さんなんですが、もう古い自分とも決別をした。で、新しい自分になるんだぞと決意をして、新しいパドルを持って海で試し漕ぎをして、もう相性もバッチリ、もう最高だという状態なんですが、それに対して海の方がですね、ちょっと待ってくださいと。ちょっと今まだその海の方があなた様を受け入れるコンディションができていませんので、もう少しですね、出航はちょっと待ってくださいということで、自然界の方からちょっと待ったがかかっています。で、B さんはもう今すぐにでも輝きたくてしょうがないのですが、ここでちょっと印象的なメッセージが出ていまして、これがですね、あなた様を世に表すというものなんですが、これがですね、通常こうデビューといいますか、こう華々しくこう踊り出たいところが、静かにひっそりと咲いてくださいという、咲き始めは静かに咲き始めることをお勧めしますということで、非常にナイーブなメッセージが空飛ぶクジラから来ています。あなた様の活躍というものが華々しいものであればあるほど、スタートは静かにこう厳かに行ってくださいというメッセージが来ています。これもそうなんですね。最初から輝くのではなく、何かをこう、これ意図的に隠されているというよりは、少しですね、スタートは穏やかに、厳かに。で、これもですね、それがあなた様にとってのいいスタートになるような、おそらく王様の庇護がですね、なかなか王様がこう大好きになってくださった方なのかもしれなくて、これは王様の愛情ゆえに、突然そのお世話していた人が華々しく輝き出すと、今まで庇護していた人というのは一抹の寂しさを覚えますので、スタートは非常にこうしれっと咲いて、でその後踊りを踊ったりして華々しく咲いていくのが、今は得策のようです。ですが B さんの内面は非常に充実していて、もう自然界とつながるマインドもある、喜びもある、楽しくてしょうがない、自由と自立にワクワクしている。ですがここの慈しみと自然界のパワーという B さんを取り囲む環境の方が、その A さんの自立や自由をまだ受け入れられないところが少し出ています。これもそうなんですが、これ中むつまじく見えますけど、これよく見るとこっちのゾウさんをこう押さえつけてるようにもちょっと見えます。それがですね、王様の可能性もありますので、反転した世界から、こう出航する際は、あまりこう派手にドーンとこう出航しますということではなくて、それとなく
新しい旅に一歩踏み出して、あとは大きな海で輝きましょうという、サインに見えます。はい。でですね、ちょっと1枚出なかったので、もう一回ちょっとそれを踏まえて、もう1枚だけアドバイスで。このパドルの相性はすごくいいようなんですが、ちょっとですね、このパドルやっぱり毛羽が、ささくれがあります。これ、ちょっとカニさんを一緒に連れていく方は、ここにこう、木のささくれがいっぱいありますので、もしカニさんをですね、一緒に船に同行させる方は、このささくれをちょっとカニさんに頼んで削ってもらいましょう。そういうちょっとお役目をカニさんに担ってもらいましょう。やっぱこれちょっとツカツカするんですね。はい。ですね、丸だそうです。はい。わかりやすいですね。はい。そのように丸ですね。はい。The Age of Light。はい。丸ですね。はい。そのようにカードの方から空飛ぶクジラからのメッセージはそのような、微調整をしてくださいという、出港までに微調整をして厳かな出発をしましょうというサインが来ています。では次はタロットカードでヘキサグラム、タロットカードのヘキサグラムというスプレッドで占います。引き続きお楽しみください。はい、では B をお選びの方、ヘキサグラムで占います。はい、ではこちらが過去になります。迷ってます。あれ、また傷ついてること。これが最終結果になります。あら、同じ方ですかね。またパイオニアが出ましたね。はい。はい。では読み取ります。はい。これはヘキサグラムで、旅を始めるにあたって空飛ぶクジラが、パッションとして現れまして、新しいパドルと、海の、コラボレーションが、生み出した現象だとすると、それをもとに旅の行く末を簡単に占ってみましょう。こちらが過去になります。過去、ちょっと B さんは悩みを抱えていらっしゃいました。これが現在なんですが、この悩みは過去のものではなくて、今もちょっとまだ尾を引いています。で、こちらが近い未来が、ちょっと悲しいことがありますね。そうか。何かこう悲しかった経験がある方が連続して見てらっしゃるのかな。同じ感じですね。近い未来か。近い未来ちょっと何かか。現在。この近い未来の悲しい出来事の対策は、ナインオブカップの逆位置。飲み会。信頼を得られるかどうか。相手の状況。そうですね。これは、ちょっとあんまりいいカードが出てないですね。ちょっとずるい方に囲まれている。周囲の状況がちょっとあんまり良くないですね。そうか、環境。先ほど私、本編の方で海の状態と申し上げましたが、B さんを取り囲む環境がですね、少し丸いものに刺さってますね。丸いものを選んだ方、もしかすると、ちょっと今非常に周りがあんまりいい人間関係、もしくは環境に
いらっしゃらない可能性がありますね。あなた様はもう幸せに暮らしたいんですね。もう昔のようにこう懐かしい状態でもう平和に暮らしたいんですけど、今の状況があまりにも殺伐としていて、近い未来も出航してしまったらまた傷つくんではないかというところで、自分のその知識も、その見識も通用しないようなものがちょっとこう不安の方が大きめに出ています。これにちょっと1枚アドバイスをいただきましょう。対策が9オブカップスの逆位置というのもちょっと心もとないですね。3オブペンタクルス。B さんは周りの状況があんまり穏やかではない、妨害ですとかいろんな駆け引きが多い場所にいらっしゃるようですね。それにアドバイスを1枚お願いします。頼みますぞ。フリーダム。はあ、フリーダムですか。はい。はい。私は自分の幸せを作り出す力と自由意志を持っています。あなたの魂は成長のための正しい選択を可能にするような新しい知恵と洞察を進んで受け入れます。あなたは決して他人や境遇の犠牲者ではないということを心に留めてください。あー、なるほど。なるほど。これはちょっと深いですね。B さんは心の中では穏やかに過ごしたいと思いつつ、周りの環境があまりにもひどいので、ちょっとこう悲しくてしょうがない。自分が大切にしていた丸いものをこう刺したりして、あ、お目目ですかね。泣いてますもんね。目を酷使している方かもしれません。ここも目隠しをされています。で、それがですね、その戦いが、これちょっと深い話になってしまうんですけど、ご自身の中の心の中の戦いの可能性も少し出ています。ここで調和が取れている内面があるんですが、ここもなんですけど、大人の部分と子供の部分、インナーチャイルドと後天的な自分の処世術のようなところの葛藤がちょっと現れていて、それがですね、外側の世界に投影されているような部分が出ています。で、そこの仲裁役として、その B さんの持つパイオニア的なところが、本来であればこれ正位置だと頼もしいんですけど、そこもちょっと逆位置になっているんですね。ちょっと外側の状況に B さんが太刀打ちできないような状態がちょっと出ています。これちょっとちょっと1枚アドバイスお願いします。はい。あ、
出ましたね。あ、テンオブカップス。なるほど。わかりました。はい。なるほど、なるほど。わかりました。これがですね、ナイトオブカップスでテンオブカップスなので、ちょっと一つだけちょっと気になったのが、もしかすると B さんは心配性で、そうなったらどうしようを考えているのかなという気もしました。でこれ今最終的に出た1枚がテンオブカップスですので、もう本当はもう9カップの9まで物事を極めているんですけど、あとはもう10に行くだけだよというところなんですが、最後の最後の詰めが大事で、そこで仕損じたらどうしようという、これまでのものがおじゃんになったらどうしようというような、杞憂の部分ですね。そうなったらどうしようという不安が現れています。でこれがその近い将来を、予言する内容ではなくって、こうなったらどうしようという不安の部分がカードとして現れています。でも実際はあまりその落ち度もなく、9から10にすんなりとこうカップが移動できる状態にあるので、最後のその詰めの甘さというところを自分自身に厳しく精査しているような状況が現れています。でも A さんはやっぱりこうソードで迷っているだけあって、非常にこう完成度が高いものをお持ちです。ですのでこういう理想、叶えたい理想が過去にあるとしたら、それに向かって B さんは着実に進んでいます。ただそのスピードを少し緩められている原因は、もしかするとその内面が投影された周りの環境に少し、ちょっとこうとらわれてしまっている、巻き込まれているような状況があるようです。そうですね。それを穏やかにするには、ご自身の心の中の葛藤を鎮めるための、行動が、お酒を飲んで少し、内面を緩めることも大事なんですけど、何かちょっとこう、なんでしょうね。なんだろうな、息抜きじゃないけど、農作業を手伝ってみるとか、そういうのもいいかもしれないですね。結構この刃物が多いので、割と戦って勝っていくようなお仕事だったのであれば、その持っている刀を木槌に持ち替えて、それを杯に持ち替えて、これも最終的にはそういうこう持っている武器を全部手から、この方が持っているのは猫さんですからね、この猫さん同士手をつないでいます。だんだんこう持っているものを刀からワンドへ、ワンドから木槌へ、木槌から杯へ、杯から、同じ生き物へということで、その道筋で、少しそのそうか、今までの旅路とまた違う。そうですね、今までは切った貼ったでやれたところが、それが通じない世界なのでいけるかなということもあるかもしれませんね。でも最終的にテンオブカップスが出ましたので、おそらくこれはここにこう来るのかなという気がしています。はい。では B さんのご活躍楽しみにしております。何か参考になれば幸いです。はい。では C の蜃気楼をお選びの方。新しいパドルを海につけたところ、蜃気楼が出てきました。はい。その蜃気楼が意味するものは何でしょう。もう3枚出ましたね。蜃気楼が意味するものは何でしょう。タワーの逆位置。はい
カリンとの逆位置。はい。なぎ。おお、はい。あ、ウィンウィン。あ、王様とウィンウィンの関係を築けた方ですね。2つのものをこうちょっと重いのかな。あ、C さんはこのそうですか。はい。あら、ちょっと C さんこのパドルちょっと合わない。パドル合わない方変えてもいいですから。ちょっとやっぱり重たいのかな。はい。もっと軽やかなパドルが欲しいか。なるほど。ちょっと選んだパドルが重かったかもしれないですね。重い場合は軽いパドルに変えてもらって全然大丈夫です。ダンスウィズライフ。はい。踊るような人生。もっと軽やかにこの先は進みたい。ちょっと重いのかな。フルムーン。はい。ブレイクザチャイン。一山越えましたね。一山というか門をくぐりましたね。2枚ですね。こっち取りますか。はい、まだ途中か。なるほど。はい。今シャドウワークといいますか、そのシャドウワークの最終段階に C さんは来ているようです。これまでの重さ、新しいパドルもちょっと重いのはまだですね、その自分の影に向き合っている時期の最終段階に来ていまして、それゆえにまだ 100% 明るくなれない、踊るような人生を送れていないという状況が現れています。それがパドルを海につけた時に蜃気楼として、現象として現れました。愛と知恵、創生、はい、信頼の逆位置。疑念が湧いてますね。自分を信じられないところがちょっと出てきてしまっている。ですね。このパドルではちょっと加速できなさそうだなというですね。少し重たいんですね。なるほど、重いのか。幸運、でも幸運を呼ぶパドルではあるんですね。ちょっと重たい。ハブファイなどですね。水につけたところ思ったよりも水圧がパドルに来て重いんですね。これでは新しいステージに行けないなという気持ちが出てますね。自由と自立。はい。C さん、このパドルでちょっと蜃気楼が現れまして、感覚としてちょっとパドルが重たい。ちょっと茨の道だなというところが正直現れています。
もっと踊るようにパドルを使って漕ぎ出したいのですが、どうしても重い。重さがあるんですね。グレートビッグラブ。なるほど。ただこのパドルは幸運のパドルで間違いないんだけど重たい。グレートビッグラブ。26。はい。こちら、大いなる愛。無条件の愛、ロマンティックな愛とその愛があなたに与えてくれた変化。深く調和したつながり、ソウルメイト。なるほど。これ、あれですね。愛ゆえの重さを感じているのかもしれないですね。タワーの逆位置か。ちょっとここのタワーを見させてください。タワーの逆位置。これが人生の停滞期、変化を拒む未知への恐れ、災難を避ける拒否。私はカオスの中で輝かしい光へ向かいます。ペンタクルスもちょっと見てみますか。ペンタクルス。ペンタクルの2ですね、これ。バランスを取る必要性、自分の持つ多面性、多くの仕事を一度にこなす、心の平和、調和を求める。あ、なるほど。あはははははは。わかりました。では読み取ります。はい。C さんは新しいパドルを、扱ってみたところ、結構重たくてですね、これを使いこなして加速するには結構な訓練が必要だということを知りました。結構重たいパドルなので、少しちょっと慣れが必要で、加速させるには結構慣れが必要だけど、一度加速を覚えてしまえば、この馬車のように、チャリオットは戦車ですけど、一度コツをつかんでしまえば、早くパドルを漕ぐことはできそうだけども、結構な今までの回との違いだなというところをここで痛感しています。結構筋力いるなという感じが出ています。海の状態は非常に穏やかで、ちょっと猫さんがクラッキングしてますけど、すいません。ちょっと海の状態は非常に凪な状態で穏やかです。で、王様との関係性もウィンウィンなので、もう王様の方もいつ出航してもいいよというような状態が現れています。で、B さんでもこのカードが出たんですが、B さんの場合ちょっと環境の方にちょっと難ありだったんですが、C さんの場合は環境に難ありということではなさそうです。ただここでちょっと気になるのが、重たいパドルであるということが分かり、これは距離を稼ぐのに結構しんどいぞという実感がありまして、それによってちょっと目的地がですね、遠く感じています。このパドルで次の目的地まで行けるんだろうかという一抹の不安がここに現れています。で、C さんとしては踊るようにもうサクサク進みたい。なるべく大変な部分は、手短に済ませたいという気持ちが出ていて、C さんは肉体よりも気持ちの方が先にこの新しい海に適応しています。ただ体の方がなかなか追いついていかないために、気持ちは焦るけれども
実際はもう少し漕いでみないと体の方が馴染まないなというような心と体のズレが少し生じている状態が現れています。でもそれは C さんが心の面をですね、心の闇に早めに向き合ってきたことで、だいぶその自分の、シャドウの部分が、現実に消化されまして、その分ご自身の気持ち、メンタルの部分は非常に軽くなっています。ところが軽くなったメンタルに、体が重いために、ちょっと加速できるかなという不安が出ています。で、これもですね、愛と知恵と割と出てるカードは全部いいんですが、今ここまでですね、おそらく C さんは何かいろんな挑戦をしてきまして、あらゆることはやり尽くしたような状態にあるんですが、最終的にここに自由と自立というものが出ています。で、これ本当にちょっとこのカードには出てないんですが、直感的に申し上げますと、これまで人のためにたくさん尽くしてきた方というような印象があります。これまで他者に対してはもういろんな愛を与えたり、幸運を共に喜んだり、新しいステージを応援したり、運命と宿命を担ったり、喜びを感じたり、愛と知恵を分かち合ったりと、いろんなものを作ったり、生み出したり、信頼したりという、本当にそれこそもうビッグラブ、大いなる愛で、他者様を包んできたような、利他の気持ちというんですかね。非常に他人様に尽くしてきたような部分が現れています。で、ここで最終的にこの自由と自立だけが非常に違和感がありまして、これだけ未来に確固たる存在感を感じますので、この今まで他者様に向けていたそのエネルギーを今度は自分自身に向けてみる番なんですが、そこにちょっとメンタルブロックがあるんですね。他者様のためには貢献できるんですけど、なかなか自分のことを自分にそのエネルギーを向けようとした時にいいんだろうかという、ここに格子がどうしても現れてしまって、おいそれと自分の願いは叶えないぞというような、人様のためじゃないとダメだぞというようなブロックのようなものがここに現れていて、それがですね、数々の自分のシャドウを消化してきたはずなのに、ここだけ少しまだそれが引っかかっているんですね。で、そこのマインドチェンジについては、この後ヘキサグラムでタロットカードで深掘りしますので、引き続きお楽しみください。はい、ではヘキサグラムで蜃気楼をお選びの方の旅の行く末を簡単に占っています。これが過去です。過去、はい。でこれが現在です。はい。これが近い未来。はい、でここが対策。周囲の状況で、こちらがあなた様の状況で最終結果になります。最終結果、三日月先生の女教皇の逆位置ですね。はい。はい、では、見させていただきます。はい、そのマインドチェンジに対するアドバイスといいますか、蜃気楼が見えたことによって、これからの旅をこのパドルと一緒にどれぐらい行けますかというような、旅の先を少し見てみようという試みです。これは過去が2 of Cups です。はい。いいですね。バランスがいい。で、これが現在はエースオブワンド。
他者様に貢献というのは、ご結婚なさっている方だとすると、パートナーとの関係が非常に良かったというものも出てますので、もしかするとお家の方に従事していたですとか、旦那さんを立てるために自分は少し控えめな生き方をしてきたような、ただそれは辛いことではなくて非常に円満な状況だった過去がここにあります。で、今ですね、今その自由と自立が出てきただけあって、C さんは何か自分でやってみたいという気持ちが湧いてきています。これが現在です。自分一人の力で何かやってみようというような独立心、自立心のようなものが芽生えています。で、近い将来は C さんはやろうと思えばすぐに動き出す方なのか、結構忙しくなりそうです。意外とやることいっぱいあるんだなということで、たくさん、ワンドを抱えるような状況が近い未来にやってきます。で、その状態に対する対策なんですが、ナイン・オブ・ソードでちょっとですね、夜も眠れないような悩みというか、これ何でしょうね。これ逆位置なんですよね。ここだけちょっと、これはナイン・オブ・ソードの逆位置、なんでここに出ますかね。ナイン・オブ・ソードの逆位置、なるほど。はい、こちらですね、対策なんですが、ここの自立したいという気持ちがですね、眠れない夜はもう終わり、少しずつ光が見えてくるということで、これ希望のカードになるそうです。こちらちょっと、はい、これはですね、おそらくソードからワンドに握り替えたために、そこの心配はもうなくなりそうですね。はい、でも心の気持ちはいつでもかかってきなさいというようなソードのやる気に満ちているんですが、ここにタコが来ていて、ちょっとここも気になりますね。ページオブソード。一度ワンドに持ち替えた割にはまたソードを持ってますね。ページオブワンド。ソードのページ。これですね。風に乗り良い知らせが来る。知的。聡明。周囲をよく見る。頭が切れる。情報が届く。情報が届くか。なるほど。そういうことか。はい。そうしますと、そうか。C さんは、感度がいいんですね。蜃気楼がその情報の一つでもありそうです。通常の人には見えないあるべきはずの世界というものが C さんには見えました。他の方には見えないものが見えた状態が、それが C さんの特質といいますか、 C さんの才能になります。見えないところからサインが来ているのを C さんはキャッチすることができる。それがこのタコになるんですね。C さんにしか知り得ない独自の情報があります。で、ここの向こう側に鳥たちがたくさん飛んでますので、それはおそらく地球の向こう側にある、大陸なのか何か世界の方が C さんに蜃気楼として姿を見せてくれたということは、それそのものが C さんにしか知り得ない情報になりそうです。それを C さんはしっかりとつかむことができる。で、それゆえにですね、その情報そのものはあまり他に出せないと言いますか、ちょっと内密にしなければならないような部分も出てきそうです。ですので、その自分が掴んだその独自の情報というのはあまり公にはせず、自分の中で少し
鍵をかけて、あまり簡単に公言しないようにした方が良さそうです。非常に静かに今世の中が動いていますので、そこに現れてくる情報というものが、C さんがつかむ情報がガセネタなのかそうじゃないのかというものは、この忍者とこのページオブソードの温度感が似てますので、非常に繊細な情報をつかんでいるようです。で、その情報は非常に世の中の流れに沿っている内容なので、そこは非常にナイーブに扱った方が良さそうです。で、最終結果がハイプレイステスの逆位置なんですけど、これ女教皇なので C さんは独立するんじゃないですかね。C さんが自立したい、自由になりたいという他者様への貢献を少しずつ自分にエネルギーを向き直したことによって C さんはきちんとでも逆位置か、そっか、まだ学ぶことがあるんですね。なるほど。そうですね。自分と向き合う覚悟はできているんですけど、まだちょっと、そうか、ここのナイーブさなんですね。ここのナイーブさが、この情報の、なぜか C さんがつかむことができるこのナイーブな情報の部分が、まだ学ぶことがあるよということが、この女教皇さんが逆位置になることで教えてくださってるんですね。ですね。これだともう完全無欠な、もう本当に起業家のような立派な状態になるんですが、これがちょっとまだということは、これからまだやることがあって、これからまだ学ぶことがあるよという、まだチャレンジの時期ですね。これが新たな出航になるような状態ですね。まだ見えたものは蜃気楼ですので、本当に何かあるかどうかもわからない状態ですが、それをこれから学んでいくためのサインが蜃気楼として現れましたという展開になります。はい。では C さんのご活躍楽しみにしております。何か参考になれば幸いです。本日使用したカードはこちらの7点です。最後までご視聴いただきありがとうございます。いいねやチャンネル登録、高評価など大変励みになっております。ありがとうございます。